マッスルウォッチングの高木です。今日は体重100キロから50キロ、すなわち体重超過から標準体重に戻すスクワットのやり方を完全攻略していきます。今日はオーバーウェイトの人向けなので、あまり膝は深く曲げません。おそらく膝を深く曲げると膝が痛くなる人が多いと思いますので、膝よりも股関節を中心に行っていきます。このトレーニングは必ず入浴前に、お風呂の前に行ってください。お風呂の前に代謝を上げて、お風呂でたくさん汗をかいて、それを毎日繰り返していくことによって代謝をガンガン上げていきます。最初にフォームの説明を30秒かけて行って、その後の30秒で実践編として行っていきます。今日をデイ0と考えて、100日間で体重を落とすプログラムというのを動画の説明欄に貼っておきますので、こちらの方もぜひご覧ください。それではスタート。 3、2、1、GO！ まず足をぴったりと合わせてください。そしてつま先、足の裏、かかとが浮かないように地面をしっかりとホールドします。この状態から股関節を曲げていきましょう。股関節を曲げて膝も少し曲がります。横から見ます。股関節を曲げて膝も少し曲がります。で、戻っていきます。繰り返します。次の30秒が実践編です。股関節から曲げて、顔は正面を向いておきます。膝と膝が開かないように、しっかり足と足の隙間を埋めて行います。股関節からお尻を後ろにぐっと突き出して戻ってきます。簡単ですね。3、2、1、レッツ。3、2、1。はい、次は足を肩幅に広げましょう。そして同じように足の指先、かかとが地面から浮かないようにしっかりと地面をわしづかみします。この状態からまた股関節を曲げていって、膝も少し曲がります。膝はつま先と同じ方向に曲げていきましょう。で、上がってくる。下げて上がってくる。下げて上がり。あと30秒いきます。お尻後ろにクリッと突き出して上がってきます。地面から足の裏が浮かないようにして、太ももをお尻にしっかり効くように意識してください。股関節から曲げて地面を押して戻ってきます。股関節から足の裏が浮かないように。3、2、1、レッツ。3、2、1。次は足を広く広げて、つま先斜め45度向くように、また足の裏が離れないようにしっかりと足の指で地面を捉えます。股関節から曲げていって、膝がつま先と同じ方向を向くように上がってきます。股関節から曲げて、膝は外側を向けてつま先と同じ方向上がってきます。3、2、1。いきます。股関節。膝はそんなに曲げる必要なくても、股関節をしっかりと曲げてあげれば、体がすでにポカポカ温まってきていると思います。膝が悪くてもこういう形でスクワットを行っていけば、効果的に代謝を上げていくことができます。3、2、1。運動しているといろんな疑問や不安に苛まれるかもしれません。いろんな方法があったり、言ってることが違う人がいたり、すごく迷いやすいと思います。しかし体重がオーバーウェイトな人が標準の体重、昔の体重に戻すということを考えたときに、それほど悩む必要はありません。今全然運動してない人が少しでも何か毎日運動していけば、必ず標準に近づいていきます。細かいボディメイクだったりとか、
いろんなテクニカルな裏技に頼る必要はありません。まずは毎日やればいいだけです。3、2、1。足を前後に広げます。左足前、右足後ろです。で、つま先が前を向いている状態を作って、これも股関節から下に下ろしていって上がってきます。少し沈んで上がってきます。状態はまっすぐ保ったままです。3、続けて30秒行います。1、前もも、それから太ももの裏切ってきますね。ふらつかないようにしっかりと前足の裏が地面から離れないように。3のリズムで呼吸してください。1、レスト。3、2、1。逆側いきます。膝とつま先は同じ方向です。つま先は両方とも前を向いています。前にある右足の裏が地面から離れないように。状態はまっすぐ前を向いております。3、2、1。股関節周り、前もも、裏もも、お尻に効いてきます。しっかりとバランスを意識して、バランスが崩れないように行っていきます。息を止めずに自分のリズムで呼吸してください。3、2、1。レスト。3、2、1。足を広げてもらってつま先斜め45度に開きます。股関節から曲げていって膝はつま先と同じ方向です。状態はまっすぐ正面を向いておきます。膝がつま先より前に出ないようにして帰ってきます。逆もいきましょう。股関節からしっかり曲げていきます。3、続けていきます。1。内ももがピーンと張る感じですね。内ももをしっかり伸ばしてあげてください。伸ばした筋肉が効きます。自分のリズムで呼吸していきます。息を止めないように股関節から曲げて帰ってくる。足の裏も離れないように気をつけましょう。1。体の筋肉の 75% は下半身にあります。ということは今日やったスクワットを行っていけば最も効果的だということです。しかし体重が超過しているオーバーウェイトの人が、しかも最近よく運動していない、膝が痛かったりすると、その人たちがスクワットを選ぶということは少し困難かもしれません。なので今日行ったみたいに膝をそんなに曲げる必要はないわけですね。極端な話言うと膝はほとんど曲げなくてもいいんです。この股関節さえ曲げれば、股関節に付随している筋肉は非常に多いですから、もちろん慣れてきたら膝を曲げれるとこまで曲げてあげた方がより多くの筋肉に効かせることはできますが、まずオーバーウェイトの時点で、運動に慣れていない時点でそこまで膝を深く曲げる必要というのはありません。それよりもしっかりと股関節を曲げて、でちょっと膝が、多分自然に膝って少し曲がると思いますが、股関節を曲げて自然に膝が曲がる、このぐらいで十分です。3、2、1。フロントランジです。前に一歩踏み出して腰を落として帰ってきます。足の裏で地面をバンと蹴
蹴って帰ってきてください。上体まっすぐです。つま先、膝の方向まっすぐを向けてください。3向けていきます。2、1。非常に脂肪燃焼効果が高い運動になっています。このランジが苦手な人が痩せない人の中には非常に多いです。このランジは積極的に行っていきましょう。しっかり地面を押して帰って、2、1、レスト、3、2、1。続いてはバックランジ、後ろに足を出して帰っていきます。フロントランジよりもバランスが取りやすいとは思います。上体まっすぐ前に向けて、膝軽く曲げたところから帰ってきます。自分のリズムで呼吸しましょう。3、2、30秒いきます。1。リズミカルに足の裏でしっかりと地面を感じて、地面を押して戻ってきます。顔は正面で自分のリズムで呼吸します。ガンガン燃えてきていると思います。3、2、1、レスト。3、2、1。サイドランジいきます。ぐっと沈んで地面を押して帰ってきます。内ももが伸びて帰ってくる。内ももが伸びて帰ってくる。膝とつま先の方向同じです。股関節から曲げて地面をしっかり押して帰ってきます。はい、続けて3、2、1。日常の中にこのサイドの動きというのは非常に少ないので、あまり使わない筋肉を使って体重をしっかりと上げてあげます。膝はあまり曲げませんが、しっかりと股関節からという意識を持って行ってください。そして足の指の力をしっかりと地面に。3、2、1、レスト。こうやって運動を行っていく中で、食事についてすごく不安だったり疑問が多いと思いますが、今よりもいい食事に変えていけばいいだけです。例えば僕の場合だと、実際にお菓子を食べるのをプロテインバーに置き換えたり、砂糖が入った飲み物を飲まずにブラックコーヒーや水やお茶を飲んだり。ただしカロリーを下げる必要はありません。摂取カロリーを抑える必要はなくって、朝昼晩とお腹が空いたら空いた分だけ食べるようにします。その時にご飯はダメだとか肉はダメだとか、そういうふうに考える必要はありません。お腹が空いた分はきちんと栄養を補給していかないと、せっかく運動したのに筋肉がつきませんし、脂肪が燃えていきません。食事はいきなり完璧にするんじゃなくって、変えても全然平気なところから少しずつ良くしていけばいいです。そしてカロリーを下げすぎると今度痩せなくなってきます。脂肪を燃やしたりするのにもエネルギーやカロリー、栄養素っていうのは必要になってきます。もちろんせっかく動いた足やお尻に筋肉をつけていくにも栄養やカロリーが必要です。3、2、1。今度足は腰幅にしてつま先前向けておきます。そこから手を太ももの前に当てて、お尻を後ろに突き出しながら膝のとこまで来たら右左上がってきます。股関節から曲げて手が膝のとこまで来たら右左上がっていきます。3、2、1。
ワン。膝が内側に入らないように膝とつま先の方向一緒です。右左上がってくる。ずっと股関節から曲げてお尻を突き出して右左上がっていきます。呼吸しながら1、2、3、2、1、レスト、3、2、1。次股関節から曲げて体が地面と平行までいったら帰ってきます。足は腰幅で股関節から曲げて膝は曲げません。足指が浮かないようにずっと前まで股関節だけ曲げて帰ってきます。3、2、1。しっかりともも裏にピンと伸びている刺激が入るように膝をなるべく曲げずに上がってきます。股関節からお尻後ろにプッと突き出して上がってくる。ここでも足の裏が地面から離れないように呼吸しながら3続けます。2、1、レスト。あなたは運動した後に体重を測るかもしれません。しかし体重というのは水分量によっていくらでも変わります。ボクサーは減量で数日で10キロぐらい落としたりしますが、それは体の水分が抜けていくからです。それと同様に私たちの体重もその日の体調によって体重が 1、2キロ変わるというのは普通です。そして筋トレの後筋肉痛になればより水分を含みやすくなります。筋肉痛だと体重が増えるんですが、それは水分で増えているだけです。筋トレして太るわけではありません。筋トレして筋肉痛になると水分量が増えてその分体重が増えることがあります。しかし筋肉痛が治るにつれてその水分も体の外に排出されていきますので、安心して筋トレを行ってください。筋トレで太るわけではありません。3、2、1。はい、最後全部行っていきます。まず足閉じてスクワット、開いてスクワット、股関節から曲げていきます。ワイドにしてスクワット、ランチ、ランチ、バック、バック、スプリットスクワット、そのまま下に下ろす、そのまま下に下ろす。サイドスクワット、横に横に、サイドランジ、よいしょよいしょ。3、2、1。Time completed。 お疲れ様でした。今日は運動をやりながらフォームの解説もしましたし、皆さんが疑問に思うことについてもお答えしました。それでもまだ個別にいろいろ相談したいという人は、動画の説明欄にインスタグラムのアカウントを貼り付けていますので、そちらから DM を送ってください。僕自身も今ダイエットを行っている最中ですので、皆さんと一緒に綺麗に痩せていきたいと思います。以上です。